こんにちは、関です。今日はリンダを使って組み込むシステムの事例を紹介します。まず私について説明しますね。本を紹介します。いつもの赤い本、まだ買えます。今 Amazon を見たらこれ印刷になっていたので、急いだ方がいいかもしれない。そしてこの本の英語版はプラグマティックから出版されました。すでに2014年に絶版となりましたが、ウェブで再公開したので、よかったら読んでください。そして今年、2020年は雑誌 N 月刊ラマダノートに DLB の記事を書きました。今日の話に関連する内容も含まれています。そう。私は Ruby のコミッターでもあります。ERB とか DLB、リンダを担当しています。L のリンダは、ヘイルシュルのための乗り言語、協調言語です。タプルスペースと呼ばれる分散共有メモリを使ってタプルを交換し、複数の種類を強調させることができるものです。R のリンダは、このリンダの Ruby による実装です。複数のプロセスがいたとします。この彼らはプロセスです。プロセスはタプルというデータを送り合って通信します。ただし、プロセス同士は直接タプルを交換しません。タプルスペースはタプルを置く場所です。プロセスはタプルスペースを介してタプルを交換します。目的のタプルがない場合、タプルが置かれるまでブロックします。これを利用して待ち合わせを実現します。タプルスペースの教科書はこちらです。並列プログラムの作り方。とてもいい本です。オリジナルのリンダを開発された方たちが書いた本です。今日はこのリンダの Ruby 版、R のリンダを利用した組み込みシステムを紹介します。エンベデッドといっても ERB のような文章埋め込み Ruby じゃないです。装置の制御をする方の組み込みです。報告するのはロボット望遠鏡です。この事例は私が開発したシステムではなく、国立天文台の柳沢さんが開発したシステムです。今日は柳沢さんの2つの資料を引用して説明します。ロボット望遠鏡自体の詳しい説明はこれらの資料を読んでください。私は1つ目の論文を作成されるときに柳沢さんから質問をいただき、このロボット望遠鏡の存在を知りました。専門外なので、うまく説明できないところも多いと思いますけれど、みんな頑張って聞いてください。さて、ロボット望遠鏡でどんなものを想像しますか？ちょっと想像してみてください。これがすごいんですよ。これが外観です。想像よりも相当大きいんじゃないかな。私も初めて見たときは驚きました。世界で2番目のシェアを持つ高視野近赤外カメラです。無人の近赤外ロボット望遠鏡は世界でも少なく、史上3例目とのことです。近赤外では最も速い光学の一つを搭載しているそうです。速いっていうのはおそらく F 値のことだと思います。それから私の滑舌にちょっとだいぶ問題があるので、以降は単にカメラと呼びます。
このカメラは1959年、現在のニコンによって製作された岡山天体物理観測所の91センチ反射望遠鏡を改造して作られました。軽トラと比べると、ちょっと大きさがイメージできるんじゃないかなと思います。このカメラの目標は、変更性を利用して銀河の円盤構造を解明することです。変更性は銀河構造の理想的なプローブです。その変更性を探査するのがこのカメラの目的です。2017年の資料によると、このカメラで90個ほどのセファイド型変更性候補を見つけたとのことです。なお、北点の銀河面をモニターサーベイできるのはこのカメラだけです。すごいでしょ。こんなすごいロボット望遠鏡を制御しているのがルビーとリンダです。続いて制御の詳細を説明します。どのように自立していくか。全体的な協調動作の話と個別の制御の話があります。まず最初に天体監視とオートフォーカスについて説明してから全体の協調動作の要素を説明します。天候監視。天候監視は天候の様子を監視して自動的に観測の停止ができる機能です。中間赤外線雲モニターという装置で地上の放射温度と空の放射温度を調べます。雨を降らせるような雲は地上からそう高くないところにあり暖かいので地上の温度に対する空の温度差は小さくなります。適切な敷位置を設けることにより曇っているか判断することができます。敷位置を超えたらドームシャッターを閉じて観測を停止します。オートフォーカスは2つの仕組みでできています。まず、望遠鏡のチューブの伸縮を計測し、セカンダリーミラーの位置を動かす機構です。望遠鏡のチューブと平行に距離センサーを設置し、距離が一定になるように制御します。もう一つは、このカメラの非点集差の特徴を利用したものです。星のゾーンの伸びの位置角度を10分おきに画像解析で調べ、そこからセカンダリーミラーの位置を再調整するものです。続いて、全体の構成です。まずこれはハードウェアの構成図です。細かくてよくわからないかもしれませんが、すべての機器が LAN でつながっていることがわかる図です。ロボット望遠鏡の制御要素は、赤道儀課題、ドームシャッター、ドーム旋回装置など14ほどあります。それぞれにコントローラーが割り当てられています。コントローラーは岡山天文台内製のボードで I/O を持ち、シリアル通信で制御します。それぞれのコントローラーは PC あるいはターミナルサーバーを介して LAN とつながります。これはソフトウェアの構成を示した図です。中心にあるのはリンダのタップルスペース、共有分散共有メモリです。プロセスはそれぞれタップルスペースを見張っていて、自分宛ての命令が来たらコントローラーに実行させて、その結果をまたタップルに書き込みます。ス
テータスを報告するだけのプロセスもいます。例えば、ウェザーは雲の情報を書き込むのみです。動作について説明します。ドームシャッターを制御するデーモンは、ウェザー DB のモニタしていて、雲が厚くなったことに気がついたら、ドームを開閉する命令を書きます。画像取得では、スケジューラーが取得方法を Q のようなタップルを書き込み、観測デーモンがそれを受け取ります。観測デーモンは天候の様子を見て観測可能であれば、ドームを開けるタップル、課題の姿勢のタップルを書きます。ドームのデーモン、課題制御のデーモンからの処理の完了通知のタップルを受け取ったら、次の指示をまた書き込みます。このようにタップルの連鎖で観測が進んでいきます。このカメラでは、常時300のタップルが存在するそうです。さて、リンダではタップルのライト、リード、テイクといったシンプルな操作によりプロジェクトを供与させると述べました。ちょっと心配なところがあります。不安定なプロセスがいるとき、例えば今回は測定装置など稀に測定できなかったり、故障したり、再起動があったりすると、タップルの数が合わなくなって同期がうまくいかないことがあります。タップルの数が信用できないときにもうまく動く仕組みが必要です。このカメラでは次のような戦略をとっていました。次元付きタップルを死活監視に使う。テイクの代わりに Notify を使うです。どちらも次元付きタップルと Notify のどちらもオリジナルのタップルスペースにはない機能で、R のリンダを作るときに私が追加しました。この機構をこのように使うと、タップルをいつも最新の情報が残っているようになります。異常が起きるとタップルの数が0になるので気がつくことができます。天候監視の例です。天候監視装置は1分おきに観測結果を書きます。観測結果タブルの寿命は2分間です。制御プロセスは Notify で結果を待つので、タプルを減らしません。正常な場合、タプルスペースには1つか2つの天候結果タプルが、天候結果の監視タプル、天候監視結果のタプルが存在します。もし、天候監視装置が故障した場合には、タプルがなくなってしまうので、故障に気がつくことができます。このように、このカメラでは実世界の運用に耐えるような設計がされていました。この方角のまとめです。これは柳沢さんが書いているスライドからの引用です。無人観測は天候判断機能と自動焦点調節機能、さらに機器類の協調動作を実現するソフトウェアによって実現されている。そのソフトウェアの中核は Ruby と Lynda になっている。とのことです。すごい。あと、実はもう一つ事例があったんです。これは来週の栃木 Ruby 会議で話せるかもしれません。聞いてくれてありがとう。終わりです。